こんにちは、山田一です。今回は先日のワールドチャンピオンシップ2025で、使用したクグツアラクニの、デッキの解説をしていきたいと思います。大会の結果としては13位っていう、結構好成績を残すことができてラッキーだったなっていうところなんですけど、今回は、少し遅くなってしまったんですが、使用したデッキの基本的な動きだったりですとか、プレイするとき気をつけていること、そういったことや、デッキの特徴といったところを話していきたいと思います。で、改めてなんですけど、クグルツアラクニってどんなデッキなのっていうところで知ってる方も多いと思うんですけど、少し説明させてください。基本的には相手ヒーローをマーク、標的って呼ばれる状態に、することで、バリューを出していくアサシンクラスのヒーローとなっています。一番代表的なのだと、このヒーロー自身の効果だと思います。標的になっているヒーローに、隠密、ステルスを持つ、攻撃をすると、プラス1点と、ヒットすると5アゲインっていう結構強力な効果が付与されます。また、相手ヒーローを標的にした状態、マークした状態でターンを終えると、自分のターンを終えると、ランダムなエージェントという別なヒーローに変身します。6種類あって、大体サイコロで決めるんですけど、これも結構楽しいところだったりします。あとはこのカードも結構有名かなっていうところで、マーク・オブ・ザ・ブラック・ウィドウ。これ普通にプレイするとただの3点の、攻撃アクションなんですけど、対戦相手のヒーローをマークされているとヒットで、ハンデス効果がつきます。しかもこれさっきのヒーローの効果と合わせると、相手ヒーローをマークした場合4点でヒットすると、ハンデスと5アゲインっていうとんでもないアタックアクションになります。こんな風に、相手をマークしていることで、バリューの出るカードや効果っていうのをたくさん使用して、相手にプレッシャーをかけていくっていうヒーローになりますね。そのため、ゲーム中ですね、相手をどれだけ長くマークしていたかっていうのがとっても重要になってくるヒーローですので、このハンターズクレイブっていう武器を、積極的に振っていきます。この武器、相手ヒーローにヒットすると、そのヒーローをマークするっていう効果になっています。またこれはマリオネットアクニっていうよりは、アサシンクラス全体の特徴になるんですけども、たくさんの攻撃アクション、アタックリアクションを、使用して相手に結果的に損になるようなブロックっていうのを、許容することができるのも、いいところですね。最近では、グラフェンの胸郭っていう探検のを、強化するカードをたくさん入れて、大きなダメージっていうのを出していく攻撃的なタイプが主流になっていたんですけども、このタイプ、先日の禁止改定で結構な打撃を受けてしまって構築の変化を求められているヒーローでもあります。早速、私が実際使用したリストの解説に入っていきたいんですけども、画面右側に、実際使用したリスト出ているかと思います。海外で流行っていたグラフェンに特化した、攻撃的なリストに比べると少し防御リアクションだったりっていうところで防御面の意識を高めたミッドレンジ寄りのデッキリストになっています。なんでこんな構築になっていたのかっていうと、当時流行っていた、ダガー主体の荒国のリスト、もちろん私も試したんですけども、この、オベイマースピナレット、3色9枚入っていたりするリストですね。黄色まで取って。っていうリストを使っていて、実際フリー対面だったバーダンスへの勝率かなり良くなったんですが、反面有利だったはずのシンドラへの勝率が、思った以上にちょっと悪くなってしまって、それが受け入れられなくて少しミッドレンジ寄りの構築にしたっていう次第になっています。あとはそもそも私自身がアサシンクラスを積極的に使い続けている理由としては、オンヒットのある攻撃とアタックリアクションっていうのを組み合わせて対戦相手にプレッシャーをかけて、プレイを歪めていくっていうプレイスタイルが好きっていうところも結構大きく影響していると思います。あとはよく聞かれる個別のカードの採用理由ですね。
このトヨザポイントっていうのは多くのリストに当時、3枚入っていたカードになってるんですけど、私はこのカードを不採用として、このインシジョンっていうカードに差し替えて、このカードを採用しました。理由としては単純で、このカードは防御値が3あるので、最悪ブロックに使えるっていうところですね。対シンドラ中心に、ブロックに使えるカードっていうのを少し増やしたい。防御値2のカードを減らしたいっていうところで、マーク条件で4点っていうこのカード、十分強いんですけども、今回は、こちらの方を採用しました。あとこれが多分一番よく聞かれるカードです。デュアルスレッドの採用っていうところで、理由はいろいろあるんですけども、防御値3の黄色で、ハンターズクレイブで攻撃ができるところでまず使いやすい。かつ防御値3あるので、最悪ブロックにも使える。あとは、手札が余っているときとか、ちょっと固めの相手っていうところですね。防御的な相手には、バフとして使用できる。というところでこのカードを採用しました。基本的には3点のバフで全然使っちゃうんですけど、たまたま攻撃アクションカード、手札に2枚来た時とかは、スナップドラゴンスケラーズとかで5アゲインをつけて、6点で積極的にプレイしていきます。アースヒーローとかディフェンスリアクションむちゃくちゃ入っている相手には、9点のコマンドの根幹を打つと、すごいことが起きたりすることもあります。あとは、こちらですね。ステインズ・オブ・レッドバック青の採用というところで、青枠、もうこのデッキこのヒロ使い始めてからずっと何にしようかなと悩んでるんですけど、ワールド2週間前ぐらいにあったコーリングシドニーで、上位に入っていたフーザーラクニが使用していました。半信半疑で試してみたところ、思った以上に使い勝手が良くて、ワールドでも、このカードを青のカードとして採用しました。これもちょっと珍しいかなと思います。オサリティオブアタイアということで、好みが分かれるカードでしょう。あとはなくても正直いいかなと思います。じゃあなんで採用したのっていうところで、ディフェンスリアクションをたくさん取っている相手に対して、このカードをピッチするだけで、ゲームプラン崩壊できることがあるよっていうラッキーパンチを狙ったっていうところと、あとは実際に対戦相手がディフェンスリアクションを持っていなかったとしても、プレイをするのに手札を1枚ピッチする必要があるっていう状況を作ると、自分自身がそのターンかなり伸び伸びディフェンスリアクションを無視したプレイを取れるようになるので、このカードを採用しました。こちらのカードも最近だとちょっと珍しいかもしれないです。テイクアップザマントルの採用っていうところで、9月にボンズ・オブ・アゴニーが禁止されてからはあまり採用されていないカードになっています。ですが、採用されていないからこそ、プレイすると意表をついて、アサシンクラスのオンヒットと合わさって大きなアドバンテージを得ることができるっていうところと、あとは実際にプレイしなかったとしても、ブロックやピッチに一度使用するだけで、対戦相手が、それ以降このカードを警戒する必要が出てくるため、プレイの難易度っていうのが大幅に上がるので、このカードを採用しました。で、次は、少しだけ、エージェントコントロール者の説明ですね。ランダム変身すると嬉しい136番ということで、まず1番から。荒国ブラックウィドウということで、手札、アサシンのカードを手札から捨てると、アサシンの攻撃にプラス3点。そのカードが、ステルスを持つカードだった攻撃だった場合、ハンデ差の効果を付与します。これ、キスオブデスとのコンボが有名かなと思います。キスオブデスっていうカードはですね、単剣でダガーなので、これでプラス3点して、何らかの方法で5アゲインをつけて、次の攻撃の時にフリックナイブで、投げると、2回この効果が誘発するよっていうところですね。あとは一応グラフェンも、ステルスの攻撃になっているので、ステルスにも、オンヒットでハンデスを、グラフェンにもオンヒットでハンデスをつけることができます。ただしグラフェンはフリックナイフしても2回誘発しないのでお気をつけください。よいしょ。次、3番。これはわかりやすいですね。アサシンカード捨てると、ス
グラフェンを装備して次のステルスにプラス3点ということで、グラフェンを装備している前提のカードっていうのはたくさんあるので、これでグラフェンを装備できたら嬉しいですし、さらにグラフェンを振るためのコストが1少なくなります。グラフェンの振るコストはもともと1なので、基本的に多くの場合はコストがいらなくなるよそのターンっていう効果になっています。そして最後。これはすごい。荒国トラップドアということで、変身すると、デッキからカードを1枚バニッシュして、それがトラップのカードだった場合、次の相手ターン終了時までバニッシュゾーンからプレイできますっていう効果で、単純に変身して、デッキからトラップをバニッシュしたら、カードが1枚増える。3点ライフが増えるよっていうカードになっています。これ、コテクなんですけど、デッキを見て、ゲーム後半とかですね、防御値のないアタヤだったりを、デッキからなくすっていう風に使うこともします。あとは、実際デッキを見ないっていうことも選択ができるんですけど、どういった時にするのっていうと、ピッチスタッキングしてる時とか、あとはファティーグマッチで山札減らしたくない時なんかは、バニッシュしません、見ませんっていう宣言をすることがあります。デッキを見た場合は必ず何かしら1枚バニッシュする必要があるので気をつけてください。次ですね、この装備品の使い方っていうところで、まず頭装備からですね。ブロックした時に、攻撃ヒーローがマークされていると任意のエージェントに変身できるっていう装備品になるんですけども、これの使い方結構いろんな人に聞かれるんですけど、基本的には3番から6番になります。その中でも特に3番になることが多いです。さっきもちょっと話したんですけど、グラフェンを装備していることが前提のカードっていうのはたくさんあるので、少しでも早くグラフェンを装備するために、この装備品使って3番に変身しちゃうことが多いです。あとは、ケイオのような、打点を縦に伸ばしてくる攻撃的なヒーローに関してだけは、6番に変身して、イナーシャトラップっていうのを、プレイするっていう時もあります。これ成功すると、装備品の防御値2と、このカード自体の防御値3で5点。さらに、デッキボトムに返したカードの価値が3から4点ぐらいと考えると、1回のブロックで8から9点ぐらいの、価値を出したことになる、すごいいいプレイなので、これは結構積極的に狙っていきますね。で、次ですね。フリックナイブとハンターズクレイブ。この2枚は、基本的にはセットで考えていいのかなと思っています。どのタイミングでこのハンターズクレイブを投げていくのかっていうと、基本的には最初の数ターン、1ターン、2ターン、3ターン目ぐらいまでには、1本目のハンターズクレイブはフリックします。なんでかっていうと、グラフェン装備するために片手を開けておく必要があって、OV バースピナレットを引いたりですとか、3番に変身した時に片手開いてないと、1回弱い攻撃をするっていう、しょうもないアクションが混ざっちゃうので、早いうちに、片手を開けておきましょうっていうところです。2本目のクレイブは、もうゲーム終盤ギリギリまでキープして、たくさんマークをしていってください。で、次、こちらですね。スナップドラゴンスケーラーズ足装備っていうところで、ちょっと雑なんですけど、今使ったら強そうだなーって思ったタイミング、だいたい使っていいタイミングだと思っています。変に、この後こういう手札が来たらとか考えすぎて、使うタイミング後回しにすると、結局そういうタイミング来ないってこと結構あります。特に攻撃アクションカードそんなに多いデッキではないので、本当にそういうことが起こり得ます。そうすると、ゲーム終わって負けた状態でまだ足装備に残っているとか、もったいないからとりあえず使うかってすごい弱く使うみたいなことが往々にして起こり得ます。体感なんですけど、そのターンのダメージ4から5点ぐらい増えるんだったら全然ためらず使っていいと思っています。で、最後ですね。ゲーム中意識するといいよっていうところで、メリハリをつけてビッグターンを使
意識的に作っていってください。で、そういうターンにダメージを与えていくっていうのがとっても大事です。では、わかりやすいビッグターンの作り方として、このヒソウデスか、グラフェンにバフするカードをたくさんプレイして攻撃をすることで対戦相手にブロックを許容します。で、こちらのタランチュラトキシンを、攻撃プラス3、防御値マイナス3の2モード、両方のモードで使って6点のカードとしてプレイすることで大きなダメージを与えるっていうのが、代表的なプレイになるかなと思います。このパターン何がいいかって、元のダメージそもそも大きいんで、このカード6点で使われたくないからブロックしませんって言うんだったら、じゃあそのままたくさんダメージを受けてください。ブロックしたら、このカードで、損をするよ。というどっちでも対戦相手にダメージを与えられるっていうところがいいところですね。で、これのちょっと派生系というか、似たパターンになるんですけど、3番に変身しているターンとチュニックが溜まっているターンですね。このターンっていうのも、こういったビッグターンを作りやすいです。なぜかというと、このどちらかのターンは、ピッチコストに手札を使わないでもグラフェンで攻撃ができるので、カードを全部プレイに使用することができます。そのため、大きなダメージを出しやすいターンとなっています。ちょっと少し大げさに言い方をすると、3番とチュニックのターンっていうのは、手札が1枚増えているターンっていう風に最近は私はよく言っています。あとですね、もう一つ意識してほしいのが、最初の方で防御面意識したミッドレンジ寄りのリストですっていう話をしたんですけど、それでも、基本的には攻撃面に力を入れて積極的に攻撃をしてください。対戦相手のライフっていうのが、10ぐらいまで減ってくると、こっち側の攻撃リアクションに、家でも付き合わなければいけなくなっていきます。恨みを踏みたくないからテイクしますっていうと、もうそれだけでライフなくなっちゃったりするので、その辺を相手に意識させられるラインまで、ライフを詰めることができると、急にプレイが楽になっていくかなと思います。あとは禁止改定とコーリング香港を経て、あとは森デッキ荒国発売ですね。まず禁止改定というところで、オーベイバースピナレットの、青と黄色が禁止されました。自分は赤と青だけの採用でしたし、青も別に積極的にプレイするカードではなかったので、大きな影響ないかなって思ってたんですけど、実際抜いてプレイしてみると、最初のグラフェンが装備できない、装備する難易度が上がっていたりですとか、実際フリックをしたいターン、セーバーブラッドシェードのターンとかですね、に気軽にグラフェンを投げづらいというところがあって、かなり窮屈に感じました。こういったところで、プレイと構築のところですね、結構いろいろ見直しをする必要があるんじゃないかなと今感じています。そして青森デッキ荒国の発売ということで、注目しているカード2種類あります。まずはこちらミートマットネス。これはかなり早い段階で、青森デッキ荒国に入るカードとして公開されていて、新しいオンヒットを持つ、ステルスの攻撃っていうことで、写真プレイヤーは結構喜んでいたのではないかなと思います。役割はちょっと違うんですけど、このインフェクトっていうカードと総合眼的なスペックになっているのかなっていうふうに感じています。ミートマットネス効果が3つあって、どれか1つがランダムで発動するんですけど、相手のアーセナルにカードがあると3分2の確率で、カードを1枚奪えるっていう効果なので、相手のアーセナルにカードがある場合、カード1枚の価値、3.5、6点だとして、オンヒットで 2.4 点の効果になっています。で、アーセナルにカードないとオンヒット 1.2 点かなっていうところですね。で、インフェクトが、常に2点の効果、オンヒット2点っていう考えると、価値的には同じぐらいになりやすいカードだなっていうふうに感じています。あとは、これですね。
足装備、ストーカーズステップスということで、これはむちゃくちゃ強いと思います。発売直前に公開されたカードだったんですけど、スナップドラゴンスケーラーズとほぼ似たような効果を持っていながら、アーケンパリアがついているっていうだけでも十分すごいんですけど、この装備品、グラフェンにゴアゲインをつけれるっていうところはかなり偉くて、相手のヒーローをマークしてなくてもバフいっぱいして、グラフェンで攻撃。で、その後、オンヒットのある攻撃アクションで攻撃みたいなこともできます。他にもいろいろちょっと気になるカードあるんですけど、代表的なのはこの2枚で、いろいろ試していきたいなと思っています。1月のコーリング秋葉原と日本選手権予選までもあと1、2週間ぐらいっていうところで、時間長くないんですけども、いろいろトライしていこうかなと思っています。あと、コーリング香港、2位にブルーピッチの方が、クーツアラクニで入賞していたので、その方のデッキリストとかも、参考にしたいなと思っています。結構いろんなカード入ってて面白そうなデッキリストでしたね。ということで、今回は、ワールドチャンピオンシップ2025で使用したクグツアラクリのデッキ解説と、実際にプレイする上で意識しているポイントといったところをお話しいたしました。クグツアラクリですね、マークとオンヒット、アタックリアクションっていうのを、ふんだんに使ってプレッシャーを与えることで、相手が苦しい状況っていうのを作り続けるデッキになっています。禁止改定で、今までの主流だったダガー特化の攻撃的なリストっていうのは、構築見直しする必要が出てきたんですけども、その分、防御だったり妨害っていうカードを多分増やして、私の好きな、アサシンの楽しさっていうところをより味わえるデッキへアップデートされるのかなと楽しみにしています。で、プレイするにあたってですね、どこでビッグターンを作ってダメージを与えていくのか、そのためにどこのターンを、受け、準備するターン、我慢するターンっていう風にしていくのかっていう、このメリハリっていうのを意識するだけで、勝率かなり変わってくるかなと思いますので、ぜひ意識してプレイしてみてください。今回の内容がクーツアラクにこれから使ってみたい方や、今使ってるんだけど、ちょっと思ったように勝てないなみたいな方の参考になったら嬉しいです。もし質問や、こんな時どうしてるの？ここもっと詳しく知りたいみたいな話があれば、コメントでぜひ教えてください。あと、先日ノートでもクーツアラクニのデッキ解説書いてますので、よかったらそちらの方もご覧になっていただけたらなと思います。今後もフレッシュ&ブラッドの動画出していく予定ですので、よろしければチャンネル登録して応援してもらえたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。